コロちゃん、おかわり。はいはい。やっぱりコロちゃんのご飯の方が美味しいかも。そう？それはあるかもしれませんね。もうちょっと味や匂いの濃い方が食欲が出るかも。慣れの問題でも？しのちゃんは平気なの？少なくとも干物も魚の味を生かす味付けになっていますし、私は嫌いではありませんよ。そうだ、ケンスケ様、今日のご予定は？だったらケンスケ様。おお、いたかケンスケ。何やら二条は公家がどうこういう集まりがあるそうでな。面倒に巻き込まれてはかなわんし、帰ってきた。さすがについてきてはおらん。それでだな、ケンスケは今日は出かけんのか？ほほ、それは暗に稚魚が少ないという我への当てつけか？あるんですか、ケンスケ様。我らケンスケ隊の予算配分は、火をつける車はおろか灯す爪もないほどのありさまだったと記憶しておりますが。だったらケンスケ様のへそくりからもう少し。ちょっと。まあよい、稚魚を増やして欲しければ。うん、今日は何か用があるか？ケンスケ様、すみません。ちょっと今日買い物に行きたいところがありまして、3人で行ってきていいですか？少し街を見て回ると言っていた。まああれなら一人でも大丈夫だろう。それは日の本に来る以上覚悟の上だろう。それにあれは腕もなかなか立つぞ。承知いたしました。はい。なら友をせよ。我も都の町を見て回りたい。我もそう危ないところには行かん。都も長居するわけではないし、コロたちの好きなようにさせてやれ。ありがとうございます、クオン様。どうかなさいましたか、クオン様。いや、すまんの。ならばケンスケ、行くぞ。コロちゃん、ありがとう。いいよ。でもさすがにわざとらしすぎたかな。良いのではありませんか。
クオン様は気づいていらしたようですが。小さな声で「すまんの」って言ってたしね。でも健介様は絶対気づいてなかったよね。健介様と一緒にお出かけなんて羨ましいな。仕方ないよ、クオン様は奥様だし、2人で出かけるなんてめったにないでしょ。でも健介様もこういうところももうちょっと気が回るようになったらいいのにね。まったくです。だよね。いや、特に用はないのだがな。名高い都の町を見て回りたいと思っただけだ。初日に少し通ったっきりだったからな。それに、お前はどう見る、健介？そうか。健介や草の報告は受けていたがな。ではこの巷にも我もだ。ならばそこまで足を伸ばすか。あれはおお、そなたたちか。あんな白塗りどもの相手などしていられるか。どうせ上からの物言いで嫌味を言いに来ただけなのだ。そんなことよりお主らはどうした？二人仲良く都のあばらや見物にでも繰り出すのか？この町並みを見たであろう。治療から上がりを巻き上げておる自社連中ならともかく、他はこのありさまよ。これほどまでとは思わなかった。世の庭としては腐っても都と言いたいところではあるが、さすがにこれでは。おう、忘れておった。そういえばこやつらがいたのであったな。逃げてなどおらぬ。これも策よ。そうだな。こやつらに絡んだのはお主からだろう。別に世とて所構わず刀を振り回しておるわけではないぞ。少々予定外のところで絡まれたゆえ戦いやすい場所をな。なんじゃその沈黙は。いや別に。そうじゃな。お助けください、旦那様。
私あそこの悪漢どもに追いかけられて必死に逃げてきたのですが、怖くて。お助けくださいませ。どうかどうか。そういうことか。旦那様、私も恐ろしゅうございます。都の町は恐ろしいと伺っておりましたが、あのような下賤な輩が抜き身を下げてうろついているなど、よよよ。もう少し派手に取り乱した方が良いか。そうじゃな。このようなものは勢いが大切でな。見ておれ。お助けくださいまし、旦那様の腕前であれば、あのような輩、とうも数えぬ間に切り捨てられるとお聞きしました。私もそのようにお伺いしております。か弱い私どもに救いの手をお頼み申します。私の言い分とあのような下賤な者たちの悪行増言、旦那様は私の言を信じてくださらないのですか？健介、来たぞ。おう。なんじゃ、もう終わりか。つまらん。そうか？世がしがみついた時、役得とは思わなんだか？健介。素直なやつだ。3もいらぬわ。それよりもお主の腕を見てみとうなっての。じゃが都の悪党も質が落ちたものよ。昔はこちらから人にらみしてやればその場で刀を抜いたものが、今はこの体たらくとはな。健介の立ちさばき、もう少し見ておきたかったが、あれが相手では仕方ない。またの機会にするとしよう。さて、それでは礼の一つもしてやらねばならぬな。あばら屋巡りの前に少々世に付き合うがよい。茶と団子をくれ。3人分だ。ここはよい。礼と言ったろ。世に出させよ。
すまんな。ところでおかみ、我は初めて都に来たのだが、今の都というのはどこもこのようなありさまなのか？そうか。都を治めているのは天下の足利将軍と聞くが、それでもうまくいかんのか。それは困るな。なかなかにうまい団子だ。これが都からなくなるのは惜しい。位置についたら将軍の評判を確かめると言ったのは健介であろう。ほほ。して世の評判はどうであったか？健介、うまく逃げたな。辰沖、美濃の斎藤か。ではそちはどう思う？クオン。アン君に決まっていよう。ほほ。宮中の間を一掃することもなく、町を出歩いては圧巻に喧嘩を売り、こうしてのんきに団子を食らっておるなど。それに二条はその日の食事代や油代にもことかくありさまだと聞いているが、こやつは団子をおごりだという。その程度の銭勘定もできずして誰をアン君と言うべきか。誰に物を言うておるか分かっておるのであろうな、長田久遠三郎。家と言うたくせに腹を立てるか？征夷大将軍もそこが知れるぞ。やはりお主らは面白いな。まあ実際その通りだ。我が二条館は知っての通り、その日の油代にもことかくありさま。金を得ようにも量も知れておるゆえ、金回りの良い尾張のような思い切った策も取れぬ。これでもいくら釜は払い、二条館に戻ることもできはしたが、まだまだよ。二条館はしばらく三好や松永のものだったことがあるのだ。このアン君が頭を下げるだけで取り戻せる程度だったかな。それほど幕府は力を失っていたという証だ。人でもないゆえ、こうして町の治安を少しでも良くしようと折を見ては出歩いてもおるのだが、さすがに世一人ではどうにもならん。それに金のない将軍家だ。世の小遣いくらいは自力で稼がねばな。よいな、その目は。将軍本人を前にここまで忌憚なく物の言える輩はそうおらん。気に入ったぞ健介、クオン。先ほどのお上もこうして世の目の届かぬところでは何とでも言うが、世を足利将軍と知ればさすがに何も言わぬであろう。
それを貴様らは世の正体を知ってなおその態度だ。これを痛快と言わずして何という。だが軍の長が常に前線に立ちに来るのは問題だぞ。ユウなども頭を抱えていよう。当主が先陣に立たずして何が当主か。我らが率先して道を切り開いてこそ下々の者も世に命を捧げてくれるというものだ。違うか長殿。違うな。長たる者は後ろで構え、何があっても的確な指示を下せるようにすべきだ。頭を失った後の体の脆さを知らぬ久保とは言わせんぞ。ふん、頭など失ったところですぐに次の頭が生えるだけよ。お主が思っているほど体というのは脆くないぞ、長殿。それゆえに世は剣の腕を磨き、武の技を鍛えるのだ。それ健介もなかなかに良い体をしておるではないか。だが天の国とやらは戦のない平和な地であったと聞く。それこそ武の技など鍛える必要はなかったろ。常在戦場の心構えか。なおのことよい。どうした長殿。なんでもない。なんでもないと言うておるに。なるほど。すべてはクオンのためか。健介。クオンもそういちいち役でない。それこそ奥方たる者は後ろで構え、何があっても的確な指示をできるようにするべきではないのか。焼いてなどおらぬ。とはいえどうせお主のことだ。健介への手綱とくすわは寝屋の中でしっかり施してあるのであろう。何を。おや、健介の様子を見るにそうだと踏んだが、なるほど。性質というのは建前か。そういうわけではない。別に夫婦なら隠すようなことでもあるまい。世や双葉とていつ顔も知らん相手に嫁がされるかもわからん時代なのだ。この良き男の何が気に食わんのか知らんが、もったいない話よ。別にそういうわけでは。どうだ健介、寝屋の中のクオンは愛らしいか。ほほう。健介、貴様いつ我の寝顔など見たことと次第によっては貴様とて。やれやれ、どうやら本当らしいの。健介、こやつが相手をしてくれんで持て余しておるなら世がはべってやっても構わんぞ。貴様。おや、綺麗どころがはべるのは気に入らんか。なんだ、煙に巻くのは健介の方がうまいではないか。行くぞ健介。カズハ、団子地層になった。気にするな、それはただの礼だ。二人とゆっくり話ができて世も楽しかったぞ。誰じゃ。
ああ、健介、よくもまあ覚えておるの。あのような連中、いちいち覚えてなどおるものか。カズハ、健介に頼らなくてよいのか？おう、そうであった。お助けください、旦那様。私も恐ろしゅうございます。そうじゃな。こうすればクオンも公然と健介に抱きつけるの。うるさい、黙れ。世のたもとに入りきらん分はちゃんと幕府にも入れておる。おかげで油も買えたわ。それにいちいち顔など覚えておらんて。揃いも揃って同じような顔しよって。まあ顔が知られておるなら仕方ない。よも。健介、これだけの敵だ。お主の腕を確かめたくはあるが、独り占めはずるかろう。クオンはどうする？ああ、先陣に立つのは当主の仕事ではないのだったか？そうだ、我を守れよ健介。背中は守ってやる。いらん。お主らの剣の腕を見ておきたいからな。こちらは適当に都合するさ。うつけめ。気合を入れるにしてももう少し言いようがあろう。少々借りるぞ。もう折れるか。使えん。健介、背中がガラ空きだぞ。よく言う。守ると言うたからな。なんじゃ、なかなかやるではないか。やはり世の見立ては間違っておらんだな。おお、生きていたか将軍殿。
いや、連中の刀を奪って使っておったが、どれも数合も打ち合わぬうちに折れてしまってな。やはり数打ちではダメだ。折ったのではない、折れたのだ。ほう、攻防は筆を打ち合わせて戦っていたか。健介こそ余裕ではないか。来るぞ。さて、なら行くとするか。健介、グオン、余の背中は任せて構わんか。心得よ。気持ちの問題だ。行くぞ。なんとか終わったか。やれやれ、ひどい目にあったな。誰のせいだ。その件ではない。あれの説教のことだ。あれとは何ですか、あれとは。あれは説教が長くてかなわん。クオン殿、健介殿、公方様がご迷惑をおかけ申した。それがしもたびたび注意してはおるのですが、まあ見ての通り聞くようなお方ではありませんので、犬にでも噛まれたと思うて諦めてくだされ。だがなかなかに楽しかったぞ。大義であった。これからお二人はどこへ？いつでも見て回ろうと思っておる。さようですか。では少しでも何かお買い物などしていただいて、都にお金を落としていってくださいませ。思ったことが口に出ているぞ、健介。なら余も。公方様はお控えくだされ。だがまだ二条館には白塗りどもがおろう。余はあれの嫌味を聞く気などないぞ。公家の方々はもうお帰りになりました。それになんとやらは馬に蹴られてと申しますぞ。主に蹴りを食らわせるような馬は馬刺しにでもしてしまえばいいのだ。まったくもう。とにかく帰りますよ。ならば仕方ない。行くぞ健介。また共に戦おうぞ、二人とも。